シアターだからね。皆さんこんばんは、ミックです。このお家での Vlog がお久しぶりになってしまいましたが、今週も皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私は11月の下旬から12月の初めにかけてフィンランドに旅行に行ってきました。2024年一番最後の旅をフィンランドに決めて、そして人生に一度は見たいオーロラを見に旅してきたんですけれども、そのねフィンランド Vlog は今絶賛編集中ですので、おそらくクリスマス周辺に皆さんにお届けできるかなと思います。今回も楽しいフィンランド旅になったので、ぜひね皆さん公開を楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。今週はですね、本当は友達ののんちゃんとそして愛ちゃんとクリスマスパーティーをねこのお家でする予定だったんですけれども、やっぱりもうみんな年末で仕事がもうバタバタしていて、かつ、風邪も流行ってておのおの体調があんまり良くないということで、私たちのクリスマスパーティーはクリスマスの後に開催されることになりました。なのでその私たち3人のクリスマスパーティーの様子は年始とかのね Vlog で皆さんにお届けできたらなと思うんですけれども、今日はですねこの後、夜に彼がねラジオ収録のためにやってくるので、なのでせっかくだからちょっと早いクリスマスパーティーしちゃおうよっていう話になって2人でクリスマスパーティーをします。はい。でそんな感じで本当に師走というような感じの、バタバタとした12月を過ごしているんですけれども、2025年に向けてこちらの私のブランドから発売されたレザーノートブックカバー、こちらを購入された皆さんのもとにただいま絶賛発送中です。もうだいぶね購入された皆さんの手元に、行き渡ってるんじゃないかなと思うんですけれども、年明けから使っていただきたいこちらのレザーノートブックカバーが年内にね発送することができて、ほっと胸をなで下ろしております。はい、こちらのレザーノートブックカバーは中にね緑社のノートも付属してお届けしているんですけれども、このノートが本当にまっさらな自由帳のような形状のノートなので、購入された皆さんの好きなようにね使っていただきたい、そんなノートになっています。皆さんがねこのノートカバーとそして中のノートを来年どんな風にね使ってくださるのかすごく楽しみです。で、私はですねこのレザーノートブックカバー、そしてこの中のノートをですね旅のジャーナルとして使っていこうと思っています。ちらっとお見せしたことあると思うんですけれども、自分が行った旅の記録っていうのをここに書き留めていく、そんなねノートにしていきたいなと思っていて、こういう感じで写真を貼ったりして日記のようなものをつけています。でもただ今年結構なんかもうバタバタとしてしまって、ちゃんとノートに物を書くっていう時間をねあげれてなかったんですよ自分に。なのでこの旅のジャーナル全然書き進めれてなくって、この年末年始結構ゆっくりできるのでそこでしっかり書いていきたいのと、来年はちゃんと自分でノート時間を作れるように管理していきたいなと思っています。なので皆さんにこんな風にノート使ったらいいよみたいな、そんなねアドバイスはまだできないんですけれども、私も皆さんと一緒に来年2025年少しずつねこのノートをね活用していって、来年私は旅本を自分で出したいので、その夢をねこのノートとともに叶えていきたいなと思います。結構ねこのノートに何を書いたらいいか迷ってますっていうお声をいただくんですけれども、私はまだ手探り状態だけど、今まで結構長年日記を書いてきたりとかバレットジャーナルをやってきたので、このノート時間を楽しむためのこういうアイテムがあったら結構楽しいよっていう、そういうものはねちょっといくつかご紹介できるし、私のシールコレクション、このねノートに貼るためのシールをねコレクションしてるんですけど、そのシールコレクションを見てみたいっていうお声もねいくつかいただいてるので、シールコレクションとノート時間によく使っているもので、あとは来年の日めくりカレンダーとか、あと壁掛けカレンダー、どんなものを私が用意したのかっていうのもおまけでご紹介していきたいと思います。まずね私がジャーナルでよく使ってるのがこちらのインスピックというプリンターですね。ミニプリンターをよく使ってます。こちらのねスマホのアプリを使ってスマホの中にある写真をねプリントアウトできるものです。こういう感じで
アルバムをして、例えば、フィンランド旅で撮った写真、こういうね写真をプリントアウトしたかったらアプリ内でプリントボタンを押すと印刷が開始されて、はい、こういう感じで写真をね簡単にプリントすることができます。結構ね画質は粗めなんですけど、でもちょっとレトロ感があって逆に可愛いです。この小さな名刺ぐらいのサイズ感もとても使いやすいし、あとこれすごくいいのがこの裏がねシールになってるんですよ。なのでここを剥がせばもうそのままシールとしてノートにこうペタッと貼ることができるんです。で、実際に貼ったのがこの辺です。こういう感じで食べたものとか風景とかちゃんとね人が写った写真も割と綺麗にプリントすることができます。でそれでノートをねこういう感じで写真付きでデコレーションできるとより日記の充実度が増すので、このねインスタピクおすすめです。あとは、ジャーナル用に新しく購入した貼って剥がせるカレンダーシールというものをご紹介したいと思います。これはスタロジーのもので限定ムーミンデザインなんですけれども、まずこちらカレンダーシールですね。こういう感じでムーミンのイラストが書いてあって、あとこの下がカレンダータイプになっているもので、この上のところに月のね名前が英語で書かれているので、その月の名前のところに丸だったりマーカーして、ここにね自分で日付を書いてカレンダーが、ね、作れるってやつですね。で後ろがねこれシールになってるので、こういうねジャーナルの片面のところに貼り付けて自分でカレンダーを作るというような感じで使えるので、カレンダーをつけたい月だけこのねカレンダーシールを貼って旅行計画立てて、そしてこちら側に旅のねジャーナルを作っていく、そういう風に使いたくて購入しました。あともう一つ、こちら週の貼って剥がせるシールも買いました。こちらもね先ほどと同様上のところにねこう月が書いてあって、そして上から、月曜日から日曜日まで枠がねあるシールです。ちょっとした日記とか、あとは To Do とかそういうものを書くのに便利なシールかなと思います。あとは私のねシールコレクションを軽くねお見せしたいと思います。シールはですねこちらの無印のなんかポケットホルダーみたいなものに収納してます。ちょっとこの辺開けたらごちゃごちゃしちゃってるんですけど、このホルダーがこういう正方形のポケットが片面6つついてるタイプのねものなので、こういう大きな台紙のシールが入らないので表面のところにこうガサッと置いちゃってるんですけど、こういう感じで、だいたいミセスグロスマンだったりとか韓国のイラストレーターさんのものだったりとか、あとはサンディライオンっていうこの裏表紙覚えてる方いますか？このライオンのマーク、同世代の方はね子供の時にこのシールをよく集めてたかと思うんですけど、この昔のシールサンディライオンシールをオークションだったりとかメルカリとかでちまちま購入して集めてます。これも可愛い。であとはこういう感じでポケットにねサンディライオンのシール、これがもともとこの1コマが4つついて1つずりになってるんですけど、もう今ねこのサンディライオン自体が会社がないので昔のものをねこう集めるしかなくて、1コマでこういう風に結構売られてることが多いので、この1コマをこういう感じでポケットにしまっています。ディズニー好きなんでディズニー多めですね。なんか懐かしくないですか？この辺とかね同世代の方懐かしいんじゃないでしょうか。子供の頃からシールマニアなので大人になってねもう一回ちまちま集め出してます。でこういうシールをこういう感じで季節ごとにいろいろ集めてて、キャラクターだけじゃなくてお花だったりとか動物だったりとか、結構日記とかにねつけたら可愛いかなっていうようなものを中心に集めています。はい。で、クリスマスはねクリスマスで別にいろいろ集めててこの袋の中に入れてるんですけど、ほんとこういうシンプルなリボンだったりとか、こういうプーさんとか、またツリーとかね、こういう綴りでも持ってたりします。こういうのをね大事に集めつつ、持ってるだけではね宝の持ち腐れなのでもったいないと思わないで結構ノートにガンガン貼ったりとか、友達に渡す手紙にバンバン貼ったりとかしています。めちゃめちゃ可愛いですよね。このサンディラインを復活してほしいな。はい、こういう感じです。あとはおまけで日めくりカレンダー、これは代官山ツヤで購入したんですけど、フランスの日めくりカレンダーかな。こういう感じでつまみ出していくタイプの日めくりカレンダーなんですけれども、数字の下に毎回こういう感じでコミック的なイラストが描かれてるんですけど、この海外特有の絵のタッチがとっても好きで購入しました。この手のひらサイズの小ささもすごく可愛くて、このままこういう感じで立てかけておけるのでデスク横に置こうかなと思ってます。あとはムーミンの日めくりカレンダーも購入しました。これもすごく可愛くて、ここが日めくりカレンダーって日本語で書いてあるから、中身もこう日本語でいろいろ書かれてるのかなと思いきや、
ちゃんとこういう挿絵のね吹き出しのところは英語なんですよ。私ここがね日本語だとちょっと萎えちゃうタイプなんですけど、ちゃんとねイラストのところは英語になってて、でもその下にちょっとだけ日本語で今日は何の日かなっていうのが書かれてあって、ちょっとムーミンに関する言葉も書かれてるのが可愛くて買いました。全部一個一個イラスト可愛くて、なんかめくっていくのが楽しくなりそうな、そんなムーミン日めくりカレンダー。あとはちょっと入りきれてないんですけど、ムーミンの大きな月間のカレンダーですね。これは今年も冷蔵庫のところに貼ってるカレンダーなんですけど、こういう感じで右側に挿絵、そして左側に月のねカレンダーが書かれてる。これね冷蔵庫に貼っとくと便利だったし、あと可愛かったので来年用にも買いました。そんな感じで私のジャーナル事情やよく使っているアイテム、そして来年のカレンダーなどをご紹介してきましたが、来年のスケジュール帳は何を使うのっていうご質問もねちょこちょこいただくことがあるんですけれども、来年のスケジュール帳はフィンランドで買ってきました。なのでフィンランド Vlog のどこかで私がスケジュール帳を買ってると思うんですけれども、ぜひそちらをねご確認いただければと思います。なので来年はこちらのノートを旅用の夢を叶える用のジャーナルにし、そしてもう一つ予定管理をするためのスケジュール帳、あとは大好きなカレンダーを毎日少しずつめくっていく、そんな一年にしていきたいと思います。
これ入れてください。ちっちゃすぎた。メリークリスマス。めっちゃ美味しい。Then you know it's Christmas. Snow starts to fall. Then you know it's Christmas for the children above all. Then you know it's Christmas 'cause Santa's on his way. クリスマスティー。 We'll stand under the mistletoe. It's お Christmas ーすごいじゃん。 The joyful times we witness すごいじゃん。 forever お、 stays かわいい。 with ちょ us. っとダメにちょっとダメ。 Soon Rudolph hears his whistle and gathers all his friends. When Santa and his missus wraps the final gift, you know it's time for Christmas for each and every one. 始まりました最近同様ラジオ第19回。今週もどうぞよろしくお願いしまよろす。しくお願いします。今年最後のラジオ会になります
いつからラジオ始めたっけ、そもそも。夏？このアトリエが2月末、からだもんね。うん、そっか、夏ぐらいか6月ぐらいかな。確かにそれぐらいから突然始まったラジオ会本当よね。そうそうそう、まさか19回も行くなんて、うん、ね。8ヶ月前、4月の12から4月からやってんだ。じゃあ8ヶ月。すごい。今ではラジオが好きですと言ってくださる方もいるぐらい、ちょっとラジオが定着しつつあるんですけれども、今年最後の最近土曜ラジオをお送りしていきたいと思います。はい、はい。このラジオは私がこの家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今を届ける、そんなラジオになっています。久々だね。いや本当よ。なんかね、どんな感じだったっけと思ってねえ、どれぐらいラジオ撮ってないから、もう1ヶ月ぐらい撮ってないんじゃないかな普通に。うん、なんか毎週で来ると何話そうってなるんやけど、なんかこれくらい空くと逆に何話していいか分かんないで、なんかちょうどいいスパンがどれくらいなんだろうって。わかるわかる何から話したらいいんだっけみたいなことが起きちゃうんですけど、まあこれはね今年最後のラジオだし、あと私たちはね途中でフィンランドにも行ってきて、フィンランドの話とかすごいしたいよね。タイムリーだからさ。あ、でも動画はまだ出てないのか。そうなんですよ。だからあの時ああだった、この時こうだったっていうのは次の20回の時にお話ししていきたいと思います。今回は今年お疲れ様でしたっていう、そういう回にしていきましょう。はい、はい、もうでも会社とかでももうみんな忘年会とかそういうタイミングだろうしね。そうだよ、そろそろ仕事納めとかね、そういう感じで、もうすぐクリスマスじゃないですか。これちょっと早めのクリスマスパーティーをねしたんですけど、私たちの結婚記念日は12月24ですね。あ、そっかまさかのイブっていう。なので結婚記念日とクリスマス合わせて、まあ毎年やってるわけじゃないけど、今回ラジオもあるしプレゼント交換をしようよって突然私が提案して、2人でドタバタと買いに行ったそのプレゼントを交換していきましょう。はい。一斉のせいで交換するのこれ。あ、そうですね、一斉のせいで。お互い何が来るか全然分かってない、予算は一応決めてるよね。いくらからいくらまでぐらいの間って。あ、まあね。はい、せーの。はい。でかはい。メリークリスマス。メリークリスマス。ありがとう。ちょっと待って。量が多い。ね、量が多いだっけよ。量は多い。いいの？私から言っていいの？メインの大きいやつから開けた方がいいかも。あ、本当？軽いね、これは。その2つはおまけみたいな。おまけ？なんかさ、もうこんな付き合って10年、結婚して4年とかなってくるとさ、何あげたらいいか分かんないよね、もう。まあね。そう。なんか趣味のものは自分で買いたいとかさ。そう、あなたね。じゃあ開けます。言ったら嬉しい。何？わかるでしょ。分かんないんだけど。花瓶？花瓶ではない。楽しみ。なんだろう。どうですか？嬉しい。可愛い。イッタラバード。私イッタラバード欲しいって言ってたよね。嬉しいんだけど。これなんかあれあの意味あんのこの柄？意味？いやわかんない。一応2024年今年のやつ。嬉しい。イッタラバードいただきました。うわ、嬉しい。まだあるのが嬉しいんだけど。可愛いよね。可愛い。キツネさんのオーナメント。そう。センスいいね。あ、これもオーナメント？そう。対になってるやつ。何対って？いや、可愛い。キツネの緑で座ってるやつと、なんだろう、走り回ってるやつ。可愛い。今つけちゃうね。いや、可愛い。ありがとうございます。メリークリスマス。こんなにいっぱいもらえるなんて思わなかったし、めっちゃ可愛い。てか嬉しい。イッタラバード。マイファーストイッタラバードだ。飾りますね、これどっかに。はい。じゃあでは私の方お願いします。カルティエです。カルティエ。いやもうね、何のプレゼントほど難しいものはないのよ。だと思う。俺も欲しいもの今ないもん。そう、まずそもそも物欲がない。あとは趣味のものは自分で買う。あとそのアクセサリーとか服も自分で買うでしょ。だからもうあげるものがないんですよ、本当に。でもカルティエですよ。ペンと思うじゃん。考えてこれにしてみた。サングラス？サングラスだ。すごっ。カルティエってサングラスあんの？そう。いやでも結構ね可愛いのこれ。おお、渋。可愛い。似合ってる。
見せてみ。カルティエってサングラスのイメージないじゃん。ほんとね。でもね全然なんていうのカルティエ感ないでしょあんま。うん。可愛くない？確かに。可愛いよね。うん。いいよね。うん。ありがとうございます。なんでサングラスにしたかっていうと、いつもなんかこうやってメガネ屋さんでサングラスこうつけて、うん。欲しがってる雰囲気出してるけど一個も買わないから、うん。確かにね。でもあなたがチョイスするサングラスは、あなたの顔にあんまり合ってないのが多くって、でも私がよくさこれつけたら似合うよってやつは結構馴染むじゃん、ってことは私が選んだら可愛いんじゃないかなと思って、サングラスにしてみた。ありがとうございます。でそれ結構いいよね。なんか、確かに俺スポーティーなやつしか持ってない。そうそう、ちょっとクラシカルな感じ、デニムとかにも合うんじゃない？確かに。あとお手紙。手紙は今朗読するダメ読めてください。後で読みます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。メリークリスマス。はい、楽しかった。すんごい考えたんだけど。確かに。最近ずっとさ、なんかもうお互い欲しいものを言って、それを買ってあげることでプレゼントにしてたけど、そうそう何も言わないっていうね。そうっていうのは確かに久々で、何にしようって思ってたずっと。だよね、そんな感じでメリークリスマス。メリークリスマス。早めのメリークリスマスという感じなんですけど、いやもう1年終わっちゃうね。まあ例に漏れず早かったよ。早かったね。でも今年は特に早かった気がする。そうね。でもなんか去年2023年の時ってさ、一番旅行っててさ、めっちゃ忙しかったじゃん。だそれに輪をかけるぐらい今年もまあまあ忙しかったんだけど、でも2023年の時よりかはもうちょっと余裕を持って忙しくできた気がして、なんか楽しかった感じがした、全体的にはね。2023年はなんかもうゼーハーみたいな感じだったけど、なんかちょっと楽しみながらの忙しい。確かに俺去年はさ、めちゃめちゃ体調崩してたよ、もう毎月風邪っていうかまあ、扁桃炎みたいになってたけど、今年はほぼなし。いや本当今ちょっと風邪ひいてるぐらい風邪終わりかけだよね、本当今年この最後ぐらいじゃない風邪ひいてんなってなったの、だからそういう意味で言うと、確かにちょっとゆったりできたかもね。なんかこう心身ともにちょっと余裕を持って過ごせたような気がする。わかるね、慣れ、まあちょっとずつ上手になってるんじゃない、去年は確かにちょっとやりすぎだった。いやもう去年あれ今年もやってたらもう入院してたと思う。だって去年も香港4泊行って、2日後にニューヨーク行ってみたいな。2日じゃない、1日後。1日後帰って1日休んで、次の日にはまた9日間、しかもどっちもさプロモーションでさ、めっちゃ気使うっていうさ。そういろいろあったね。そうでも今年はなんか本当に行きたい場所だけ行こうみたいな感じだったじゃん、だから結構厳選したよね、行く場所。そうね。そうだからこそなんか一個一個楽しめたし、もちろん2023年も楽しんでたんだけど、余裕を持って楽しめた感じ、あとはやっぱ旅行もさずっと2人で行ってたけど、今年は女子旅ができて、そうじゃん。そのおかげで、僕はお願いしますみたいな感じで助けてもらいました。本当だね。のんちゃんと愛ちゃんには本当に感謝しないといけない、そう本当に楽しくやってくれて本当にありがたかったし、なんかのんちゃんと愛ちゃんと行くからこそ同じ国でも新たな魅力をそうだね知れて、すごい助かりましたね。そんな2024年でした。で今回のラジオ会はもう皆さん忘れてるかもしれないんですけど、今年1年頑張りましたよっていうのを発表し合って、頑張ったねっていう回なんですよ、だからうちらも頑張ったことをお互い褒め合おう。ねでまず私から、私は1個前の動画の概要欄にも書いたんだけど、今年は動画を休まなかった。本当に？多分本当に休んでないと思うよ。その体調が悪くてずれちゃった、土曜日とか日曜日投稿になったことあるけど、今週休みますは多分なかったと思います。当たり前のことを当たり前に、私の今の仕事はこれだからね、だから当たり前のことを当たり前にしただけなんだけど、その当たり前のことをちゃんとやれたって。確かに、毎週1本だもんね。そう動画作るのもやっぱ結局アウトプットするにもインプットがないとさ、やっぱりこうできないわけで、だからやっぱり毎週動画を作るって簡単なように見えて結構難しかったりするんだよね。
いやもう今私の中に何もないよみたいなさ週がやっぱあるわけでとかやっぱり金曜日に出したらまた土日とかゆっくりしちゃってその後またよいしょって何か撮ろうかなっていう意外と腰が重くなったりとかする週もあるわけ。それでもちゃんと出すって決めて自分でこう何かこう動画のネタになるようなものを探しに行ったりとか、習い事に行ってまた新たななんか創作の幅を広げれるようにやってみたりとか。友達と遊ぶっていうのも、それはそれで動画作りたくなる一個のきっかけになったりするからそれでね頑張りました。この家もねちょうど今年ですね。はいそうです。こんなパンパンにもので溢れ返るとは思いませんでしたこんな早く。早いですよねまだ1年経ってないんですけど大掃除 Vlog 出さなきゃってぐらいちょっと押し入れとかにいっぱい物入ってるんだけど。どうだった？よかった？この家、いやよかった。やっぱこの家持てたからこそ今年はなんか頑張れたような気もするし、あとはあなたとの関係性もより良くなった気がする。まあなんていうの仕事とプライベート、完全に分けたわけじゃないけど、場所がねちょっと分かれてるとやりやすかったのかな。そうそうそんなね1年でした。頑張りました。あなたはどうですか？いやもうさっき言ったけど、もうやっぱ体調管理ですよ。いや本当になんか頑張ったっていうか、途中からはもう習慣になってたから、本当ちゃんとお水をたくさん飲むとか、ジュースとか、ジュースは本当飲まなくなったね。そうだね。だしコーヒーも1日1杯まで、ちょっとこれ風邪ひきそうだなっていうタイミングはあったけど、それでも寝込むことはほぼなくやれたのがやっぱ良かったかなと。でも確かにちゃんと毎日水飲んでたし水に塩入れて飲んでたし、フルーツも食べたりしてたしね、朝ごはんちゃんと食べるってね。そうヨーグルト食べたり野菜をできるだけ取ったりとか、あと早く寝てたりしたよね。寝つきもめっちゃ良くなった。めっちゃいいお休みって言ったら10秒以内ぐらいにもう寝てる。そう、なんか去年はね全然寝れなかったんだけど、今年はもうなんか基礎体温もすごい高い感じがして、頑張りました。来年もその調子で健康でいてください。はい、いやそういう感じで私たちもなんてことないですけど、こういうなんてことないことが大切ですよね。こういうことを継続することが大事です。そんな感じで、前回募集した皆さんの今年頑張ったことをいくつかピックアップして、こちらも盛大に褒めていきたいと思います。はい、ラジオネームベーコンエピさんからのお手紙です。ミックさん先生こんばんは。こんばんは。こんばんは。私が今年頑張ったことはとりあえず始めてみるです。以前ラジオでおっしゃっていた願いは叶えないとずっとメモリを消費してそこにあり続けるというお話を聞いてから、そんな話してたね。ラジオのめっちゃ最初の方だと思うね。自分の中で貯めていたいつかやってみたい始めてみたいことをきちんと実行してみると決めて過ごしてみました。迷っていたフラの教室に入り、自分の好みの色形のアクセサリーを手作りし、乗ってみたかった熱気球に乗り、八丈島でウミガメと一緒に泳ぎました。一番最近は刺繍を始めました。 T シャツやブラウスに自分の好きなモチーフを刺繍できるよう現在練習中です。刺繍など手仕事をしているとスマホを眺める時間も減り、作品が出来上がりつつデジタルデトックスでリフレッシュ効果もあり、ものづくりってやっぱりいいなと日々楽しんでいます。やってみたり始めてみたら意外とできてしまうもので、どんどん心が軽く自由になっていきました。こんな景色を見るきっかけをくださったお二人に改めてお礼を伝えたく、こちらに投稿させていただきました。本当にありがとうございました。来年もどんどん願いを叶えていきたいと思います。これからも応援しておりますということです。素晴らしい。素晴らしい。もう私たちも忘れていた願いは叶えないとずっとメモリを消費してそこにあり続けるって話したね。した。それをさ聞いてすぐ実践してさ、めっちゃいろんなことやってるね。いやそうなんだよ。意外とさできないと思ってたものもさやってみたら意外とできちゃったりとか、なんかいつかやろうみたいなことって、明日急にやろうと思ったら意外と叶えられちゃったりするからさ、大事だよね。このフットワークの軽さっていうの。大事よ。改めて自分にも今響いたわ。わかる。私もそうなの。やってみたら始めてみたら意外とできてしまうもんなんだよね、何事も。そうそうそう。私そんなにいっぱいやったかなって今思い返したけど、でも意外と私も陶芸始めたりとか、ちょこちょこ新しいことやって、あなたもドゥアリンゴ始めたり。ドゥアリンゴ始めたり例えば26日目です。すごいよすごい。継続は力なり。ベーコンエピさん、来年もどんどん願い叶えてください。素晴らしい。
ラジオやってよかったね。よかった、うん、こういう人がいてくれるとうん励みにもなるっていうか、そうだね本当に。じゃあもう一個、ラジオネームみずきさんからのお手紙です。フリーランスで仕事を始めて1年、がむしゃらに頑張ってきて、業務外のことにも積極的に取り組んできたことで社内で賞もいただけて給与もアップしました。すごい。今まで頑張ってきたことを認められて、今まで以上に頑張ろうと思った1年でした。来年は仕事を頑張るのはもちろんですが、取りたい資格や行きたい場所がたくさんあるので、プライベートも充実させていきたいです。ミクさん先生は来年どんな場所に行きたいですか？また勉強したいことなどはありますか？ということです。素晴らしい。いや素晴らしいね。社内で賞も取り、給与もアップ。偉い。偉い。ちょっと薄っぺらく聞こえちゃうけど、でも本当にすごいことだよ。給与アップするのって本当すごいからね。いや本当すごいこと。すごいことだよね、本当に。水木さんお疲れ様でした。今年も1年で。私たちの、質問、来年どんな場所に行きたいのかと勉強したいことなどありますかっていう。じゃあ僕から、はい、行きたいところは、一人でネパールに行きたい。めっちゃ強調した一人であ、そう、嫌なんですか？私いや別にいいんだけど、まあ先月ぐらいから都内のいろんなカレー屋さんに一人で行くっていうのをやってて、でもお昼ご飯を食べに行って、でカレー食べて帰るっていうのを、結局俺ね30店舗ぐらい行ってた。いやだって毎日行ったもんね。カレーっていろんな分野がある、その欧風カレーとか、そのインドカレーとか、ちょっとスパイシーなやつねとか、まあいろいろある中で、インドカレーの海が広すぎて確かにねいっぱいあるもんね。そうありすぎて、もう途中からもうどこまでがカレーなのかが線引きが自分の中でできなくなっちゃってでも欧風カレーと狭すぎるしね。そう欧風カレーに行ったら、もう欧風カレーはもうちょっとやっぱ都内でもやっぱ限界ある感じがして、どうしようってなった時に出会ったのがネパール料理のダルバートっていう、まあお米と豆のスープっていう、まあ、日本でいうご飯と味噌汁みたいな、そういう国民食みたいなのがあって、ダルバート屋さん、まあ、ネパール人がやってる料理屋さんに食べに行った時、そこもなんかカレーの延長線上で行った時に、おっこれだとなって、なんかねすごい優しい、やっぱり家庭料理だからお母さんとかが子供に作るような、なんかそういうなんか優しい愛情がこもってる感じ。愛情がすごいんよ、その後からダルバート屋さん巡りをし始めて都内でも何軒かたくさんあるんだけど、まあ、プラス最終的にネパールに行っていろんなダルバート食べたいなっていうのが来年の目標です。私まあそれはまあ一人の方がいいかなみたいな確かにそういうのは一人がいいよね。確かに、聞いといたら、だってほらさ、こんなにインターネットの広い海にこのラジオ投げるんだから、例えば旦那さんネパール人ですとか、あとはネパールに駐在していましたとか人がいると思うから、おすすめのダルバート屋さん、ネパールで。じゃあもしあれば、ね、都内でもか。確かに有名どこでも知る人ぞ知るでもいいんだけど、ね、そしたらよりさ旅が楽しくなるんじゃない？じゃあ俺のおすすめもう一個言っとこうか。言っといて。みんなダルバートとか食べたことないと思って、知らなかったもんダルバート。いや美味しいよ本当に。じゃあ一個、じゃあ恵比寿でいいかな。まあランチでね、恵比寿にあるソルティモードさん。ソルティモードさんで食べれるダルバートはこちらです。なんかもうね優しい。そうなんだ。もうなんかねグッとくる。ダルバートいいよね。なんか付け合わせみたいなのもあって、なんかちょっとワンプレートみたいなね、ミニプレートみたいな。もし皆さんのおすすめのダルバート屋さん、国内現地問わず教えてください。はい。じゃあそのあなたのネパールダルバート旅は、帰ってきてからラジオで教えて。ネパールダルバート会。ダルバート会ね。写真でさ振り返っていくやつやろう。私も一人でフィンランド。一人でフィンランド。そう。来年ちょっと一人がテーマじゃない？そうね。その別に仲が悪いから、一緒に旅しないわけでもないし、来年も機会があったら2人で旅するじゃん全然。だけどなんか一人でも行ってみたい場所がお互いあるなら、それはそれで行こうっていう、ね感じで、あなたがネパールだったら私はフィンランドに。私はちょっと長めに1ヶ月ぐらい。ヘルシンキの方にいながらまったりっていうか本を書きに行きます、楽しみ。ドキドキする。私初めてかも一人で旅する人生ででもフィンランドなんか割と安全だからさ、夜遅く歩き回らなかったりとか、行かなかったら大丈夫かなと思って行こうと思います。であとは勉強したいことなどありますかっていう。僕はまあ今英語ですね。やってますね。フィンランドでもその英語の勉強の成果出てなかったなんか結構現地の人とコミュニケーション取ってたよね。まあそうね。英語だっけ？まあ英語かなとりあえずは。
結構その中国語が入ったせいで、うんスポーンって抜けちゃってるから、あ英語がね、思い出したいなっていう。いやでも私もなんかあなたが毎日デュアリンゴをさ熱心にやってんの横で見てさ、いや私も英語なんかやんないとなみたいな、最近そういうマインドになってきて、自分が TikTok 見てるともうそういうやつしか流れてこないもん最近、ね、そのこの英語の会話してるやつの字幕とあれのやつを見てる、私も英語やんないとなっていう、なんとなく言ってること、なんとなくは分かるんだけど詳細には分からない。でも一番あれなのは伝えれないの。そうね。そうだからフィンランドとか行ってネイチャーツアーみたいなのがあったの、夜に。でそこで森の中のこといろいろ教えてもらえて、で言ってることはなんとなく理解できる。でそこから踏み込んだ質問をしたいのに出てこない、とっさに。それがすごいむずがゆくて、来年とか1ヶ月行くじゃん、で基本的に別に人とコミュニケーション取りたくて行く旅ではないの、その自分が一人でしみじみと本を書くために行くから別にコミュニケーション取りには行かないんだけど、もし万が一そういう現地の人と、せっかくいいことをフィンランドのことを教えてもらってるのに聞けてほーってなるけど、そっからってことはこうなのかなって質問したいのに質問できないっていうのがすごくもったいない気がして、なんかこんだけ今 AIとかでさ、翻訳がさ、綺麗にできていくからいらないかなと思うんだけど、まだいるよね。そうね、だし単純にコミュニケーション取れた方がなんかうまくいくシーンが多いだろうから、だから今年は陶芸みたいな作る習い事やったから、来年は語学みたいなやつをやってみたいやらんなでもやってみたいと思う、1ヶ月行くしなみたいな。そうね、そういう感じで本当にたくさん皆さんから頑張ったエピソードいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。結構皆さん新しい挑戦をしたりとか、初めての場所に行ったりとか、本当仕事を頑張った人とかね、あと子育てとか、50代になって YouTube 始めましたとか、すごい。なんかその頑張ったエピソードじゃなくて1個質問が来てて、なんかそれをちょっと話して終わりにしたいかなと思います。はい。ミクさん先生こんばんは、ミクさんの動画はすごく丁寧に作られているなと感じています。前回さ私の動画が雑いみたいなさ、話をしたから皆さん褒めてくれて本当ありがとうございます。いやあれね、ちょっと俺も言い方良くなかったなと思って。身内だからね。そうそう、なんかちょっと言っちゃったけど、旅動画とかもさ、なんか言ったら全力で撮ってます、そうポリポリって感じ。なんかちょっとかっこつけたよね。確かにすかしちゃった感じ。すかしちゃった感じだけど、やっぱねもう旅動画は、全力ですよ。こっちとらね、もうやっぱ全力の結果ここまでしかできてないっていうところもあって、でもね来年頑張りたいことでそういえばね、あった。そうやっぱ旅動画でもっとこだわれるところがあるんじゃないかって。撮るときにということ。いやそれは、そのなんていうの、その場でなんか何か努力できるってことよりも、例えば画角とかも、なんかもっといい画角をさっと見つけれるじゃないかとか思った。現状に満足しちゃダメだよね。そうやっぱ高みを目指すってことは忘れちゃいけないなってこの1ヶ月ずっと思ってたし、ちょっとフィンランドもちょっと頑張ったから、いや大丈夫、ハードル上げちゃって。いやもう別にね、それはやっぱ俺が上げることに関しては別に何の問題はないと思うよね、そのふとした時によ、ふとした時に俺これちょっとずらした方がいいかなとかっていうのは、確かにあったかも、そういうひらめきカットみたいなやつは実はねあるかなと思うので。なるほどね、ちょっと私も感じてた。なんかいつもと撮り方違う。ちょっと違うと思った。でも確かになんかちょっと全然うちはそんなのにねみたいなさ、ちょっとあれしちゃったけど、違うね。本気ではやってる、もちろん。本気よ、そりゃ。そうだからそれで皆さんがねすごいそんなことないですよって言ってくれて本当にありがとうございますっていう感じなんですけど、反省しました。そうですね、本気でやっています。誤解なきを。でその質問でミクさんのど根性ガエル精神はいつから芽生えましたか。私はど根性ガエル精神が全くないことが自分の嫌いなところです。やろうと決めたことをとことんやるためには何を意識していますかっていうのがあって、私のど根性ガエル精神っていつ芽生えもう付き合った時からそんな感じだったかな。そんなことないと私最近だと思うんだよね、結構。もともと持ってた素質だと思うよ。あったね、その負けず嫌いみたいなところはあったと思うんだけど、でも SNS やっ
ってからよりじゃない、うん、やっぱ良くも悪くも数字の世界だから、そうだね。そこに入った時にはもう見てくれてる人たちに喜んでもらうっていうことがやっぱ直接会ったりとか直接反応を見れるわけじゃないから、そこはやっぱある程度数字にこだわるみたいな、なんかまあ目標になってたんじゃないかなと思うけどね。そうだね。だからよくそういう知人とかに YouTube やってる時にさ、こういうことを意識して動画作ってるとか、こういうことをあれしてるって話すと、そんなに熱い人だと思わなかったって、なんかクールに撮ってる感じがして、スッっていう感じでやってると思ってたけど、意外とすごい泥臭くいろいろ考えてるんですねみたいな、驚かれることがある。まあそういうところで確かにど根性ガエル精神が芽生えたっていうのもあるし、あとはあなたが私をコントロールするのがうまいっていうのもあるんだけど、なんていうか、私はさすごいうまいねみたいなさ、褒められて伸びるタイプよりも、あんたもう全然だからやめなよみたいなことを言われる方が、やめないもんって言って火つくタイプなのね、でなんかそこら辺を結構あなたは客観的にさ、私が動画を作っててブレてる時とか、そういう時にそういう決定的なワードを私に投げかけてきて、もっと自分でよく考えろみたいなことを言われたりとかした時に、クソっていうのでなってる感じがあるかも。別に無責任なこと言ってるつもりはないけど、全然無責任ではないともうなんかそんなやりたくないなら、もうやめればいいじゃんって俺はなんか結構定期的に言っちゃうんだよね。そう私別にやめたいわけじゃなくて、私がモニョモニョしてる時に、やめたいならやめればみたいなことを言うもんね、たら、やめないもん小学生なのやめないもんって言ってるよねいつもね、だからたまにあなたから褒められるとすごい嬉しい、なんかそういうのもあるかもね。やると決めたことをとことんやるためには何を意識していますか？根性気合、元気根性気合ベンチャー企業みたいな時代とさ逆行し続けてんだよね、ずっと気持ちがさ、なんだろう、いや本当気合だよね。やんなきゃできないよっていうさ、それでしかないんだよな。なんかよくさ YouTube やってみたいって周りから言われてさ、アドバイスを求められることもあるんだけどさ、いつも言うのはさ、続けれる覚悟があれば絶対に伸びるから、みんなそこの途中で折れちゃうから、だからその伸びなかったりするんじゃないかなっていう話をするんだけど、なんて言ったらいいの？意識してることっていうのは特にない。やんなきゃ結果が出ないからやるだけっていう。でもあなたはさ、なんか助走しないよね、準備期間みたいなね。そうないね。なんかやろうと思ったら、もういきなりポーンって飛ぼうとするじゃん、飛ぼうとするね、なんかそういうなんか準備期間があるって思うと、なんか億劫になったりするんじゃないかなって思う最近。確かに助走はないかもね。なんかやめるハードルよりも始めるハードルの方が高いわけやん、ってことはなんか英語やろうと思ったら、とりあえずなんか明日参考書を本屋さんに買いに行こうとかじゃなくて、とりあえずアプリなんか英語のアプリを落として課金するみたいな、とにかく予備動作っていうのかなをなくす。たら、三日坊主っていう言葉もあるけど、3日やれたらまだいいやん、0日坊主がさ、ただの坊主はちょっとまずいやん、助走しないことじゃない。でも確かにそうかもね、本当に言われては気づいたかも。私手当たり次第やりたいことはすぐやってるわ、ですでも別に私そこまでど根性なんだろう、まあね、そこまでストイックじゃないので、意外とだらけたいタイプで、そんなにこうストイックではないんだけど、なんだろう、頑張る時期があればいいだけで、一生通してそんなずっとど根性ガエルになる必要はないと思ってるから、私は今年は、なんとなくまったりしたから、来年ちょっといろいろやりたいって思ってるだけで、数年に1回そういう時期が来るだけでいいと思ってるのね。でもその時にやると決めたなら最後までやれよって自分に言う、でそこができれば自分に自信がつくので、また次何か挑戦する時もあの時やりきれたから絶対できるって思って進めれる、あとやっぱその助走なしでいっちゃうっていう、でも私コロナ禍の時に何の勉強もせずにパッて YouTube 始めたから今ここまで生き残ってる気がするんだよね。あの時に YouTube やろうかなと思って、じゃあちょっと勉強しなきゃと思って2年準備期間設けてたら、私は今こうなってはないって言える気がする、そんな感じでいいでしょうか。はい、2024年ラジオ19回も皆さん聞いてくださって本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。来年の一発目のラジオは20回目ですね。そうね、でぼちぼちゆっくり100回を目指していきましょう、で、来週はですね、来週っていうかもうこの動画の後 2,3 日後、イブかクリスマス
にフィンランド Vlog が投稿されます。なんか聞くところによると過去最長らしいですね。あ、そうです。過去最長です。スイス Vlog を超えた2時間46分になっているんですけれども長すぎ。私たちがフィンランドでオーロラを見れたのかどうかね。もう話したいこといっぱいない。そうね。早く話したいんだけどビハインドエピソードみたいな、でその動画が24か25に上がります。でその後、年末年始のお休みをいただきたいと思いますので、次の動画がいつぐらいかな、1月の2週目とかぐらいになるかなと思ってます。まだちょっと明確にではないんですけれども、なので、動画のお知らせはインスタグラムとかで告知したいと思いますので、ぜひ皆さんインスタグラムフォローしてチェックしてみてください。あなたも今年ありがとうございました。いえいえ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今年一番あなた出てきたんじゃない？本当ね。この YouTube の4年の中でね。皆さん温かく見守っていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。来年も楽しく話していきましょう。はい。それでは今週の最近土曜ラジオ終了です。また皆さん来年お会いしましょう。良いお年を。良いお年を。